殺人が合法なら人を殺しますか？殺しません。そんな度胸はないですね。やだ、殺さない。いいえ。いいえ。うん、いいえだとでもな。殺すことの何がダメなのか分かんないじゃん。今はそもそも殺すことはダメですって言われてるからダメなんでしょ。別にいいじゃんって思うかもしれない。って思って。いや殺さないですね絶対。法の話じゃないですね。人道の話ですんで、はい、人道に背くことをするならもう腹切るぐらいですね。はい。いや一応家ですかね。あんま殺したいと思う人がいないっていうのと、やっぱり生き物とかに対してもやっぱちょっとこう痛そうなこととかはできないみたいなとこはちょっとありますね。うん、殺しませんね。怖いですね。殺したい人もいるんでしょうね。そう考えると怖い。さあこれしまくるね俺は。そうでしょ。いや殺しまくるね。私は無理。でもみんな心の中で人何回も殺してんじゃないですか。わかんないけど言わないだけで。合法でも本当には殺さないですね。多分でも頭の中では何人も殺してますよ。でも僕殺意抱いたことない人の方が僕はすごく人間性ないなと僕は思うんですよ。やっぱそれくらいムカつくことってありません？なんかこうだから思っちゃうと思うんだけどな。でもまあ思ってしないっていうのが人間だよな。この社会で生きる。人を殺しますか？いいえ。よいしょ、せーの。日本でも安楽死を認めるべきだ。安楽死。ね。はあ。まあ、死なせてくれって言ったら、まあ、そういう施しをすると。まあ自分が選べるっていうことであれば、まあ選択肢としてあってもいいのかなと思うので、はいって。はい。やっぱ安楽死って大事だな。その人の意思じゃないですか。だから知人とかも僕だったら絶対に安楽させますよね。だって不自然じゃないですか。でしかもそんだけコストもかかるし、本人も多分なんだろう、生きたいと思っててもいや生きれないだろうって、そこまで思考もいってないし、だったらもういいんじゃないかなと思って。同意です。これはい。これははいだな。国がね、死はダメだっていう形で規制すべきじゃない、選択肢として安楽死があるっていう道を残しておくべきっていう意味でね、そのリビングウェルっていうことを考えた方が考えていかなければいけない時期になってるなっていう。そうだね、認めちゃったらなんか安易な選択としてこう増えちゃうことはやっぱ避けたいけどもな。でも権利だしな。認めるべきで、はいで。自分が管をつながれてこんな苦しいんだったらもう自分でもうこれぐらいなら死んでいいからって本人が判断できるんだったら安楽死を認めていいというふうにも言えるけど、実際にはそうでない場合も結構あって、まあ思い悩むわけだよね。でもすっごい苦しんでたら殺してあげてって言うかも。もう治らないんだったら。絶望のどん底に陥った時どうする？絶望のどん底。親や友達に話を聞いてもらう。同じです。人と話さないで回復することはない。無理だよね。無理。もう何でもいいから大丈夫って言ってほしいみたいな。とりあえず喋る。一人で思い悩むかな。俺は趣味で気を紛らわすかな。仕事では気を紛らわないから。一人で思い悩みますね。結構抱え込んでしまうタイプなので、一人で思い悩んで SNS 上で吐き出すっていう感じのタイプになります。一人で思い悩みますね。まあ結局悩んでもそんなに
深くいかない人間なんで、多分寝て起きたらもうしょうがないからっつって立ち直りますね。散歩はないの？趣味もう本当散歩したら本当に気分良くなるよ。今まで確かにそうですね。絶望、高校中退してちょっと引きこもってた時とかもあったりとか、就活失敗してとか、なんか恋人に振られてとかあったんですけど、やっぱまあ趣味で気を紛らわすとか、やっぱ自分にとって本当にやっぱ映画とか漫画とか本とかすごいやっぱ重要なもので、最終的になんかどんな人間でも平等に救えるって、なんかその人に響く芸術だったり音楽だったりするのかなとか思ったりとかします。そうなんか、人間いい時もあれば悪い時もあるよなぐらいな感じで、だからあんまり、なんかもう悪い状況を受け入れるというか、そんな感じですかね。一人で思い悩むが近いかな。自殺サイトに投稿したことはないよ。ない。ないですね。まあこれからもきっとないですね。ないです。見たこともないんだよな。ないね、私も。打つことすら怖いわ。ないですないです。完全ないですね。自殺とかも逃げだなって思っちゃうんで、人生に対しての最終手段ですからね、こんなの本当に。絶対にこの選択は肯定できないですよね。僕最近なんですけど、死にたいって言い過ぎっていうふうに友達に言われたことがあって、僕言ってるイメージないんですよ、僕自分で。わかんない。本当に死にたいって思ってるのか、それともなんか辛いっていうのを死にたいっていう言葉にただ変えてるのかちょっとわかんないですけどね。軽々しく言ってるだけかもしれないですけども。でも気持ちはわかるからな。ないがいつか利用するかも。ないですけど、ただ何かしらその人が思いを吐き出して、でなおかつそれを見てくれてる人がいるみたいな、そういうシステムはあった方がいいと思っていて、私はそのツイッターとかフェイスブックが死にたいっていう風につぶやける場所であってほしいなっていう風に思っていますし、私はそれに助けられてきた人間でした。再生医療で150歳まで生きられるようにどうする？健康なら150歳まで生きたい。健康なら150歳まで生きたいですね。僕も結構長生きしたいなと思ってて、50年経った自分どういうふうに生きてるんだろうとか、どういう環境で生きてるんだろうっていうのは単純に気になるので、生きてみたいなっていう。このままピンピンで健康なら150まで生きたいかな。音楽がやりたいです。もっともっと。150歳まで生きてどうすんの？楽しいじゃん。だってさ、そしたらさ、ひひ孫見れるかも。150まで生きてさ、何歳まで働かなきゃいけないの？60歳で仕事を辞めて、あと10年か20年普通に生きてぽっくりがいいからこれむしろ早く死にたいですねむしろ早く死にたいですね。生きてるけど生きてることを実感できてない時間が長いのかなみたいな。むしろ早く死にたい。自然に寿命を迎えたい。再生医療はもうちょっと必要な人に使ってほしい。そう生きたいけど生きられない人に使ってほしいよね。自分の寿命はそんなに変わらなくていい。そうだね。自然に寿命を迎えたい。150歳でだってもうシワシワだよね。シワシワの塊みたいになってくるから大丈夫かなちょっとそこが気がかりだけど。健康なシワシワになってくるかもしれないね本当の健康ならいいかシワシワでも